こんにちは、ももです。いつも動画見てくださってありがとうございます。今日はこちら長野県白馬村よりお届けしております。皆さんこんにちは。はい、というわけで今日は白馬村の八歩池目指して歩いていきたいと思っております。2026年グリーンシーズンがついにスタートということで、今日2026年5月30日からゴンドラの運行がスタートしました。そしてね、5月30日31日と運行した後は平日お休みになり、6月6日から本格的にグリーンシーズンの稼働がスタートします。ついに今シーズンも始まりましたということで、今日は早速ね、八歩池を目指して歩いていきたいと思います。いやー、記念すべきスタート日なんですけどね、見てください、この晴天。そしてもうね、駐車場に車を止めた段階からこう美しい山並みが見えていたんですけど、やっぱりね、山の上に登ってみる景色はまた格別なので、今日はちょっと上に登っていきたいと思います。もう私のチャンネルでもね、何回もお届けしている八歩池なんですけど、今シーズンも始まりましたということで、スタート日のね、八歩池どんな様子なのか、そこまでのルートの様子なんかも合わせて今日はお届けしていきたいと思います。例年だとこの時期の八歩池は真っ白にね、雪で覆われていてリフレクションというのは望めないんですけど、今年の冬はかなり雪が少なかったこともあって、実はちょっともう池が見えてたりするのかな、どうなんだろうということで、今日は池見えてるのか見えていないのか、皆さん予想しながら動画ご覧になってください。というわけで、初日の八歩池はもう見えているのか、まだ雪の下に隠れているのか、皆さんどちらか予想しながら動画見ていってください。私もね、本当に見えてるのか見えてないのか知らないです。行ってみないとわからない。なんて言ったって今日が初日だから。というわけで、いや、どっちだろう。いや、私はもうちょっと出てるにかけますね。めっちゃ見えてるってよりか出てるぐらいなんじゃないかな。今日は駐車場は第3駐車場に止めました。第3駐車場はね、無料で止められる駐車場なんですけど、しかしね、この無料駐車場はどこに止めてもやや歩くので、ゴンドラの近くに止めたい方はゴンドラ周辺にいくつかあります。それはいずれも1日1000円ぐらいで利用できる駐車場になってますので、ゴンドラの近くからスタートしたい方はそちらに駐車してください。ちなみに5月30日10時半現在の第3駐車場の様子はこんな感じです。まだね、車の台数は少ないですね。でもきっと来週から混み出すんじゃないでしょうか。今日はこちらから歩いてゴンドラ乗り場をまずは目指していきます。そして今ゴンドラを目指して歩いているのですが、もう白馬村今の時期ってとっても美しいんですよ。この新緑の青さと白い山肌のコントラスト、私この時期が一番好きです。そしてね、5月も最終週となると、関東とかね、そちらの方面の方はもう30度とか気温がいったりとかして、結構夏らしい陽気の日も多いんじゃないかなって思うんですけど、こちら白馬村、昨日もね、言っても20度ちょいぐらいで、かなり爽やかに一番今が過ごしやすい陽気となっております。なのでね、皆さんお住まいの地域がもう結構暑くなってきているところかもしれないんですけど、白馬村はね、やっぱ平地でも少し標高が高いですし、そしてこれから目指していく八歩池はもうさらにね、標高が高い場所になっていますので、風が吹いたり日が陰ったりするとまだまだ結構涼しいので、しっかりとね、上に羽織れるものを持ってきてくださいね。私も後ろにしっかり上着を背負ってきました。そしてもう少しでゴンドラ乗り場になるんですけど、周辺にはこんな感じで有料のね、駐車場が点在しています。でもこちらのね、近いところの駐車場は結構満車のマークがもうついていますね。はい、そしてゴンドラ乗り場に着きました。こちらでゴンドラチケットを購入していきます。じゃあゴンドラに乗ってレッツゴー。今日はここからゴンドラとリフトを2つ乗り継いでいきます。それではうさぎ平に到着。次はその右前のリフトに乗り換えます。うさぎ平でも結構涼しい。めちゃくちゃ緑が綺麗。今日は職場の後輩くんも一緒に初めてのグリーンシーズン、緑の八歩池です。彼は
ヘイヘイ。若者です。なんか若い緑の感じがしていいよね。めちゃくちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ山が綺麗。ハイシーズンになるとこの向こうに見えている黒菱リフトの方から登ってくることもできるんですけど、まだ今のシーズンはこちらのゴンドラルートのみになってます。夏になってくるとね、あっちの方が営業開始が早いのでそっちよりよく利用していました。今はまだここのトイレが最終のようです。そしてここからグラートリフトに乗り換えます。本当だ、雪がちょっと残ってる。グラートの区間は歩くこともできます。なんかすごいちっちゃく見えるけど、実際そう結構あるよ。見たらでかいんだろうな。うん。でも五竜もかっこいいよね。五竜はさ、登山道こっちから見えるじゃん。よく見るとさ、線が入ってる。五竜も後半は結構鎖とかちょっと岩場だね。1830メートル。あげます。はーい。ここで終了時間を確認。というわけで八方池山荘に着きました。八方池山荘のランチ営業は営業してますが、トイレは使用できません。第2ケルンのトイレとそこの公衆トイレもまだ冬眠中、売店も冬眠中。じゃあ夏になったらそう、途中でもトイレあるんだよ。あるんですね。そうそうそう。でもまだオープンしてないね。それでは行ってみましょう。おYouTuber っぽい。YouTuber っぽい。行ってみよう。それでは出だしから道が二手に分かれるんですけど、私はいつもこっちの尾根コースから行ってます。というわけでちょっとやや険しいんですけど、始まりは尾根コースの方から行ってみましょう。人生険しい方からとか言って今喋ってたのにね、さっき取り忘れててテイク2なんだけど、テイク2でもご覧ください、こちらの景色。どういやでもほら、何回見てもいいね。白い雪と岩のコントラスト、そしてこの新緑の綺麗さ。空青すぎてやばいね。すごいねこれ。天気最高すぎる。今日すごいね、めちゃめちゃ晴れてる。というわけでこの尾根コースはちょっと岩っぽい道になっております。この2週間ぐらいで雪降りました。いや減ったよね、急にさ。もうちょっと白かったよね。白かったね。看板が新しくなってる。引き続き右よ。風が出てきた。あ、なんか結構お花が咲いてるよ。何ケルンだ。八方山ケルンに着きました。登ってきてちょっと暑くなったけど風が冷たいので上着は着たまま。向こうの帰らず方面が見えてきた。そう、ぴょこぴょこ。なんか爺ヶ岳みたいなのいるけど、あれがあっちの右だね、岩の方。あれが帰らず。八方尾根はすごい風がね起こりやすい場所なんですけど、やっぱり今日もすごい。これはちょっと夏気分で半袖とかで来ちゃうとかなり寒い。あと風の強い日の注意点は、もう本当に強くなるとリフトがね回せなくなっちゃうので、あまりにも強い日はね最初からリフトが動いてないことがあります。なのでね、風のね予報とかも合わせてチェックしてみるといいと思います。今日は運行初日ですが結構人がたくさん来てますね。国籍は結構まちまちで、正直日本人の方が少ないかもしれないです。日本人あんますれ違ってないよね。ですね。うん、すごいやっぱ白馬は多国籍な文化というか、なんか山自体最近かなりいろんな国の方が増えたような気がしますね。わあやばいね、見えてきた。すごい。あれが帰らずですね。あ、そうそう、やっぱ迫力あるね。おー、なんか山が近づいてまいりました。
もう何回も見てる景色だけどやっぱすごいな。こんにちは。こちらにはトイレがあるんですがまだ閉鎖中です。そしてね、この先最後の上りが始まります。これ冬眠中のトイレですか？あ、そう、これが冬眠中のトイレ。ここにでもトイレあるってありがたいよね、夏場はね。ハイキングの人でも安心して登れるがまだ冬眠中。休むケルンに着きました。そう、息ケルンって書いて休むケルンって読むんだよね。一息つけってことかな。休むケルンが、我々は若者なのでまだ休まない。全然いける。行こ女子になった時に、う。25ってまだ若いけど、若いっていうにはもう分かってないよなって。そうなんかそれでなんか前調べたの、いつまで若者って言えるんだろうって思って調べたら、若者の定義は25歳までらしいよ。いや、誰が決めたんだよ。いやだからね、ちょっと若者だからとか今言っちゃったけど、もう私は若者じゃないし、鈴木くんはねギリだね、ギリ。うわー最高だね。でもやっぱ下から見るのとちょっと違うよね。近いですね。うんね、ちょっと滑りそうだね、下りの時は。八方池までの道のりだとここが一番ちょっと急な岩かな。そう、これを過ぎたらもうちょっとなだらかになって、あとは下りね。八方ケルン、おー、47がよく見えます。の方に続いてる小峠はあれかな、これか。で、お隣の尾根、これが東海尾根で、そこから五竜山荘までつながってますね。東海尾根の方が八方尾根よりちょっと距離も標高差も大きいのでちょっと大変。武田菱、ちょっとこっち側からだとね見えないね。やっぱそれは小峠とかの方から綺麗に見えるね。よし、上りもあと少し。なんかめっちゃ楽々来ちゃったね。すごいなんか若者のノリに乗せられて軽く来ちゃいましたわ今日は。いやね、まだまだ行けそうだね。あとはあれですね、景色がいいので気分が軽いですね。でも本当に夏だともうガスってるよ、この時間じゃ。ほんとそう、夏だと本当薄暗い時間から登り始まんないとガスるのめっちゃ早くて、まだねこの時期は昼間でも安定してるけど、夏場はもうほぼほぼ昼にはガスってる。昼どころか10時ぐらいからガスっちゃう日も多い。なので今の時期はまだこんな遅スタートでも景色見えてますけど、夏場はねマジで早スタートをおすすめする。皆さん、朝4時からゲット入ってますので。4時半朝がけおすすめです。いや、そう、なんか普段より近く感じ、やっぱ喋ってるから早いのかな。ですかね。で今日はねちょっと一つこうチャレンジというかあって、はい、その八方池の池が見えてるのか見えてないのか、例年だとさ真っ白じゃんこの時期。そうなんですね。まだ雪なんだけど、今年は小雪だったからどうか。なるほど。どっちだと思う？見えてる。いや、私もちょい見えしてるって思ってる。ちょっとじゃあ見えてるね、ルにかけるね。2人とも見えてる予報です。皆さんはどちらだと思いますか？まずはちょっと景色を楽しみます。さて一旦お勉強。それでは運命の時、どっちなのか皆さん想像できましたか？八方池は見えているか見えていないか、行ってみましょう。さあ、ではこの素晴らしい景色の中行ってみましょう。実はもう位置が分かっている人にはほんのりちょっと池が見えてしまっているかもしれないが、しかしどうだ。てか意外と雪残ってるね。なんかさ、ここもさ結構
しっかり雪残ってるね。6月ですね。ね、もうそろそろ6月になるけど、やっぱりこの標高だとこんぐらい雪があるんだね。滑るね。雪の上歩いちゃうと滑りたくなるね。ねえ。お、近づいてまいりました、八方池。さあどっちか。まあ我々はね、見えるにかけてますからね今。見えるの定義があんま分かんないですけど。いや前回かそのちょっと出てるか、だから私はそのちょっと出てるんじゃないかなって。なるほど。うん。ちょっとお水もありつつ。あ、そうそうそう、水がちょっと出てるって思って向かってるんだけど、さてどうでしょう。あ、待って。お、見えてる。おー、出てたー。お、出てるじゃん、意外と。おー、というわけで予想正解しました。大的中、予想正解嬉しい。いや結構嬉しい正解でした。見てください、このちょっと出てる。大正解すぎる。大想像通り。大想像通り。なんか賭けに勝った気分。なんか今年の運勢上がった気がした今上がりました、私の運気。嬉しいですね。当たりましたよ、予想が。皆さん当たりましたか？予想大正解ということで、やっぱ今年はちょっと雪解け早いね。去年とかまだね全然埋まってた。まるっきり埋まってた。いや素晴らしい景色。空青すぎじゃない？ねえ。おお、ちょっと外ぐるっと回ってこようか。うおー、なんか近いね、やっぱり全然近く感じる。わあ、大迫力変な感じだよね。どっちかみたいなでまさか当たるとは思ってなかった。いやなんかワンチャン埋まってるんじゃないみたいな。あ、外したかもって思いながら来たら大正解でした。いや気分がいいねおー、なんか雪があることでさ、ちょっと深さがよりわかるね、この影のでき方で。水深ね3メートルぐらいあるんじゃなかったかな。反対岸は今の時期は行けないですね。どこまでが池かわかんないもんね。沖縄の海より綺麗あ、住んでるみたいなね。でも沖縄も綺麗じゃないだからなんかの卵だよ。なんだろう、でもカエルだよね。でもなんかすごいなんかイソギンチャクみたいなさ。待って見て、あれ何？水の中にいるのなんかヤモリとかイモリとかそれ系のやついるよ。なんかオオサンショウウオとかそれ系かな。なんだろう、黒い。かわいい。歩いてる。ルーパールーパーではなくないよーく目を凝らしてみると雪の上に人間がいますね。あれはねちょっと何もつけずに登るにはちょっと危なそう。唐松岳に登る場合はここから先登っていくんですけど、ここから先は登山装備と技術が必要ですということで、登山届の提出もね必要になります。なのでちょっと観光じゃなくてちゃんと登山としていくようなエリアになっていきます。あとね、ここから先は登山道にも雪が残っているので、今の時期はまだ雪を歩くための装備も必要です。今日はちょっとどんなもんまで行けるのかっていうのを様子を見に行ってみたいと思います。八方尾根という名の通り、この尾根のね上を
たすら歩いていくような登山道です。なんかちょっと進んだだけで全然雰囲気違うね。ね。ていうか私唐松何回か登ってるはずなんだけど、こんな感じだったっけって今思った。やっぱり人間って忘れちゃうもんだね。でもさ変わるよね。一回雪積もってさザーってまた流れたりしたらさ、ちょっとは変わるよね、地形も。でもここはこういう感じだったんだろうね。かなり風が強く吹いてきました。そう、ここの森でちょっと雰囲気変わるよね。ここはでもさ整備してるんじゃないかな、この砂利とか敷いたりね。なんか桜だよね、これ。桜だ。桜だね。ちょっと歩き進めると水が出てきたということは、すなわち雪だ。雪が出てきたぞ。みんなあそこでちょっと立ち往生してる。登山道はでも右だ。まだ行けるかな。ちょっと登ってみようか。ここならそんな多少落ちても。初めての雪。でも右は×がついてるので、すなわちやっぱこっちだ。雪のついてる方が道なのか。たったこれだけでも雪って怖いよね。うわー、でも真っ白だね。こっから先は全然雪の残り方が違うや。いやでもここより先は危ないんじゃない？ちょっとそこのトラバースはまだ雪が残っていますね。ここ雪がついてなくてもちょっと怖いところなんですけど、いや雪ついてたらちょっと危ないかな。でもなんか冬と夏の切り替えの絶妙なタイミングなんだね今。あんまりみんなも雪の上は通ってなさそう。てかこのトラバース崩れすぎて怖くない？怖いです。なんかまだ夏道が整備されてないから結構ザレザレな感じ。雪と一緒に崩れるんだね。いやー今日はここまでかな。そうだな、これを愛禅なしで登れなくもないかもしれないけど、行きはよいよい帰りは怖い。帰り愛禅なしで滑り落ちようもんならどこまでも行ってしまう可能性があるので、帰ってくるまでが登山。これは帰ってこれなくなりそうなので今日はここまで。いやでもここも眺めすごいね。というわけで安全に帰りましょう。今日はこんなところ。でも雪があるとどんな感じっていうのがちょっと分かったからね今日は。はい、いいお勉強になりました。だいぶ危ない。だいぶ思ってたのより危なかったでしょ。慣れてましたね。登れても下れないですね。そうでしょ。でさ、だから登っても下れないからねって助言してくれるって自分で言っちゃうのはあれだけど、助言されなかったらさ行っちゃってたでしょ。でもよかったね。近場にさお勉強のできるとこがあってよかったよね。景色もいいしさ。でこれでまたさ何週間後とかに登りに来たら、うわこんなに変わるんだとかさ、ありますよね。ね、そういうの何回か繰り返すとさ、この時期はこんぐらいなんだっていうのがつかめてくるからさ。できました、八方池。風が結構さらに強くなってきて、もう顔がキンキンに冷える。いやまだまだ寒いですね、北アルプス。さあ帰ってきた。国道ルートはまだ雪があるからか立ち入り禁止でした。じゃあ来た道と同じ道で帰ります。八方池までの道のりはいっぱい人が歩いて岩が磨かれているので、下りは特にこの角がめっちゃ滑る。
最後は木道。帰ってきたー。帰ってきたー。おー、いいねー。気持ちいいよね。ねえ。でもやばいね、こっちのがさ急な感じするね。これだ。肘むしろ。うわ、なんか一気に夏っぽくなってきた、下ってくると。はい、というわけで今日はオープン日の八方池でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。言わせてるいかがでしたか？登山をはい、舐めていたと。登山を舐めていたことが発覚した。そうですね。はい厳しさ初心者講習でした。あ、よかったです。でも実際行ってみることでね、雪の歩きにくさとかね、あとこの時期でも全然あのぐらいの標高ですぐ雪が出てくるとかね、実際体験してみると違うよね、やっぱ。登れてもうん下れないんでそこだよね。それを実際体験してみることで、あ、じゃあ自分はどう山を選ぶかとかね、考えるきっかけになりますね。シンプルに景色めっちゃ綺麗あ、ね、っていうのがうん良かったし、うんなんかまたこの季節の移り変わりというか、うん今ちょうどこう雪が溶けてる時で、うんなんかまた2週間後ぐらいに行ってうんどう変わってるのかなみたいなって。そういう変化を見ることでね、このぐらいの時期はこんな感じなんだみたいのを知っていけるのもまたね、いいお勉強になりました、はい、だし普通に景色めっちゃ良かったし、予想が当たった確かにいい機会でした。というわけで皆さん、今回の動画参考になっていたら嬉しいです。最後まで動画見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。お疲れ様でした。こんな感じなんです